はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきます。今回はね、前回の続きです。右側半分を長毛種にしていきます。今回は長毛の植毛方法というところで、ちょっとね、おさらいをしておきましょう。この図を見てほしいんだけども、赤い線で引いてる感じ。これがね、結構多くの人がやっている感じです。で、初心者の頃には起きやすいですね。なんていうかな、この顔の中心部から外側に向けて素直にね、伸びていってるような、流してる感じの植毛をしてしまうと。で、この植毛だと、どうしてもね、単調な感じになっちゃうので、ちゃんと流れをつけましょうっていうところで、この右半分ね、前回、単毛の植毛方法でやってる通りね。で、特に見てほしいのが、このね、緑と水色の毛の流れの部分、そこをうまく出してあげるようにしてください。これはね、長毛の時も一緒です。毛の流れの考えはこういう考えです。ざっくりとですけどね。で、特にこの目の周り、緑色の矢印の部分、こういう風に目の周りは毛を流してあげる。そういう方向に植毛してあげる。そしてその緑色から水色の矢印の切り替わる部分、そこをどれだけ自然に見せてあげるかっていう風にしてあげてください。特にこのね、目の周りをちょっと気をつけながら植毛をしていきましょう。はい、それじゃね、長毛の植毛方法に入っていきます。はい、じゃあね、ここから長毛の植毛方法をやっていきます。ここからね、2.5 倍速で流しています。必要なところはね、速度変えてみてください。大きくはね、単毛と変わらないのは変わらないんですけど、刺す感覚が変わってくるっていうところです。で、今ね、これね、だいたい5ミリにしてます。で、5ミリにして刺したら折り返して抜けないようにしっかり刺し固めてあげる。これはね、もう単毛のやり方と一緒です、全く。だから最初の刺す幅が、僕は3ミリから5ミリに変えてるっていう感じでやってます。ただし、これ勘違いしないでほしいのは、長毛だからこの刺す幅を5ミリにしなきゃいけないじゃないんですよ。そこの毛の表現をどうするかで変わります。で、例えばこの今首元をやってるけど、長毛の子だったら結構ね、トリミングの仕方にもよるけれども、結構胸上げっていうかね、首の下から胸の毛にかけてブワッとね、すごいふわふわの子がいるじゃないですか。そういう子を作る時だったら、やっぱりね、ここは5ミリじゃなくて3ミリぐらいにしてあげて、密を濃くしてあげて、胸の毛をブワッと立たせてあげるっていう表現をしなきゃいけないです。今回はそこまでね、ブワッとさせるつもりがないので、今5ミリでやってるんですけど、だから必ずモデルの子を見て、どこの毛を強調して密度濃くしなきゃいけないかとか、そういうのをね、見ながら調整してやってください。で、必ずここは何ミリでとか、ここはこういう風に何センチでとか、そういう覚え方は僕はね、あまり好きじゃないし、するべきではないと思ってます。あくまでも最初はね、いいけれども、まず感覚でやってみて、5ミリで刺してって、こうやってね、進めていったら、どれぐらいの毛量になるのか、膨らみになるのか、もしくは、もっとね、薄くしてみたら、どれぐらい毛が足りなくなるのかとか、それはもうね、自分でこうやってとにかく実践をして経験を積んで感覚として覚えるしかないです。あと使ってる素材にもねよってはちょっと変化もあると思うので、そこはねそれぞれね自分でしっかりとね体感して感覚を自分のものにしてください。で、長毛の時はあんまり短毛の時みたいにねこまめにカットっていうのはしてないです。刈るね毛の量もそんなに多くないので、ある程度一区切りつくところ、例えば今やってるのだったらその首の顎の下の一段肉のね段があるんだけれども、そこまで一気に今みたいにやって、でそれから本当にこれ今買ってるのは毛の表面の遊んでるような毛、それをね浮いてる毛をカットしてます。
で、最初、ちょっとね、短く切っちゃうと、もうまたね、植毛し直さなきゃいけなくなっちゃうので、ここはね、長毛の子のカットは少し慎重にやってもいいかもしれないですね。で、ちょっとね、難しくなってくるのが、今やってるように、この顎のラインなんだけど、顎の下の肉のラインか。段差がある部分で、ふわっとしてる分、この段差埋まっちゃうんですよ。どうしても。で、首のね、この肉がどんどんって乗っかってる段差のところは、実際は、毛を植えて、そこの段差をわざわざ見せる必要もないので、作ってはいるけど、ここはそんなにあまり気にしなくていい部分です。だけど、こっから先、顎のラインとかもやっていくんだけど、大事なのは、自分がこのベースを作った時に、どこがどういう形状をしているのか、形をしているのかっていうのをちゃんと理解しながらっていうかね、このチェックしながら進めないと、全部埋まっちゃって、どこがへこみだったかわからないとか、そういうことがないように、常に自分で作った形を理解しながら、作業を進めていくっていうふうに僕はやってます。はい、じゃあちょっとね、ここからは作業を見ていってもらいます。こうやってね、植毛を進めていくと、どうしてもね、この裏側、結構邪魔になってくるんで、盛り上がって。で、これもね、こまめにカットしていった方がいいです。フレームタイプの作品の時はですね。で、ここからね、後頭部の方行きます。ここもね、短毛の時にも見せてるけれども、耳とこの耳の後ろの後頭部に流れるこの毛の部分が自然な流れになるように、ちゃんと毛の流れを意識して、耳の付け根と同化していくような毛の流れにして、今入れてるみたいに斜めにして入れていくっていうことが重要です。もちろんね、ここフレームにつけちゃえば見えないところだから別にいいっちゃいいんだけど、でもそういうね、そこのちょっと雑な仕事しちゃうとね、必ず作品ってどこかしらね、そういうところ雑になってくるから、他の部分でも。だから全身作る時にも役に立つし、こういうね、フレームタイプの時でもこの耳の後ろの処理っていうのはちゃんとしてあげた方がいいです。もう自分の練習になるんだから。じゃあね、頭のてっぺんの方入れていきます。
で今見て分かるように結構刺してる幅あったじゃないですか。やっぱ5ミリぐらいは刺してるので、この辺はねもう一緒です。しっかり寝かしつけるように刺していく。でこれね、頭のてっぺんとかバリカン入れたいときは今みたいに指で倒してあげて入れるとね、バリカン入れやすいんで、そんな風にやってみてください。じゃあね、ここから顎のライン行くんだけども、しっかりねここも形をちゃんと理解しながらやっていくっていうところと、あとなんていうかな、この毛の流れだよね。一番最初に写真で示した毛の流れる方向を意識しながら植毛していってください。まだねこの顔のほんとサイドの部分っていうのはまだこうやって素直に植えてっていいですけど、こっから内側になってくるにつれて毛の流れをしっかり作ってやらなきゃいけない。このね折り返す時に毛の流れを作るんですよ。してその流れを作ってる状態で根元をしっかり刺してあげる。結構今見てたら分かると思うんだけども、長毛の方がこまめにカットしないっていうことと、あとこのね刺してる時のこの間隔が広い分、植毛のスピードは長毛種の方が慣れれば早いです。短毛はねやっぱりこれぐらいの間隔で刺していっちゃうと、どうしても毛がねなんかざんばらな感じになっちゃったりするんで、長毛の子はやっぱり長い毛で隠れるので、これなぜ5ミリぐらいの間隔に広くするのかっていうと、密度の話なんですよ。あまりねびっちり密度濃くやっちゃうともう毛が全部立ってしまってもう収集つかなくなっちゃうので、うまくきれいに寝かせれる長毛を表現して、なおかつ毛を寝かしつけることもできる、その毛の間隔とか毛量っていうのかな、それが今僕はこれぐらいの量が適切だなって思ってるんで、これをやってるんですよね。でね、やっぱり口元とか顎周りとかもちょっと最初は長めにカットしておきましょう。ここね僕ちょっと植毛の話に絡めてなんだけど、この顎を刺してるじゃないですか、こうやって植毛するのに。で昔っていうかね2年くらい前まで結構ねこうやって作ってるとベースでちゃんと作ってるつもりなんだけど、顎のね形作る時にベース結構柔らかい時があったりして、でこうやって植毛してるうちにどんどん下顎だけ沈んじゃって、顎がねあんまり見えない状態の作品が多かったんですよ、僕猫作る時。だけど、その当時はねそれでも全然おかしいとは思ってないかったんだけど、やっぱりね下顎をしっかり作ってあげた方が猫らしい猫科の動物っぽくなります。しっかりと下顎を作ってあげる。ディズニーのキャラクターを思い浮かべてほしくて、ディズニーのライオンキングとかディズニーのアニメに出てくるライオン、猫科の動物って顎結構しっかりしてるじゃないですか、ガシッと。あそこまでいかなくても、でもあれぐらい表現してあげると結構猫っぽい顔になりますね。この辺からね毛の流れすごい意識してくださいね。ここはまだあれかな、外側向かっていいんだけど、頬骨のラインあるじゃないですか、あそこから中心にかけては毛の流れをすごく意識しなきゃダメです。ちょっとねこの毛の流れる方向、流してる方向どっちに折り返してるかとかね、その辺をちょっとね注目しながら見てください。
今ねここ毛入れてますけど、今回ね僕モデルの子ない状態で作ってるんですよ。特に見ないで。でこれはね顔のこの毛の長さのところ、そのカットしてるねトリミングによってもちょっと違うと思うから、まあオーダーで作ったりする場合はしっかりとねその子の写真見ながら顔の毛の長さとかどうなってるかっていうのはやっぱり見ながらやんなきゃダメですね。どこが長い毛なのか、どこから短い毛になっていくのかっていうところをしっかりとね見ながら表現してあげるっていうことをしてください。今ねこう見てわかるように結構な幅を指してるじゃないですか。5ミリ以上指してるんですけど今のところだと。でこれなぜなっていくかっていうと、頬骨を過ぎて顔の中心に向かっていくにつれて、もうねここから完全に毛は長いんだけど寝かしつけていくんですよね。植毛方法としては寝かしつける植毛をしてます。でこの極細針で今これバーッと上から刺して寝かしてるんですけど、でハサミ入れてカットするんだけど長いんだけど横に寝てるんで、まあ、顔のなんていうかな凹凸のラインがしっかり出せれるっていうところです。これはねスピード針でちょんづきして仮で今貼り付けてるんですね。こうやってただもうひたすら細かくやるんですよね。もう根気よくとにかく細かく一本で上から刺すっていうより押さえつけるっていう感じですね。まあ刺してはいるんだけども、でこれはね今使ってるのは細針ですね。でこれが極細。特にこの顔の中心にこうやって寝かしつけるために針いっぱい刺すんで、やっぱり太めの針だと顔にね針の穴が開いちゃうから目立っちゃうから、やっぱ最後はもう極細針で針の穴が見えないようにしてあげるっていうのが大事です。はい、今ねヒゲ袋の植毛し始めてるんだけど、ヒゲ袋はやっぱりねここはね口元だったりねヒゲ袋の端だったりこう凹凸が多いので、ここはねもう短毛の時と同じでこまめにカットしていきましょう。ここはね見失っちゃうところなのでこまめにカットして、やっぱり形をある程度こう
整えながら、自分で形を確認しながら作業を進めてください。はい、ここからね、耳の前、額の上の方をやっていくんだけども、ここからね、特に毛の流れ注意してください。ここもね、かなり寝かしつける部分なので、この差し幅っていうか、ここはね、広くていいです。だけど、この折り返しの時にしっかりと毛の流す方向、下方向っていうかな、横方向っていうかにしっかり向けてから根元を刺して毛の流れをしっかり作ってあげる。でここは頭頂部なんだけども、ここねうまくごまかしてくださいね。本当顔の中心付近はまっすぐ真上に伸びていくんだけど、毛の流れがね、これだと
さっき耳の前をねこうやって真上に伸びてる毛と、さっき耳の前に流した毛、ここの境目が今くっきりはっきり分かれちゃってるから、そこをうまく散らしてごまかしてあげる。自然になるようにね。今ねこの入れてる目のこの眉間付近、ここはね焦らずにやりましょう。いろんな方向にね毛が流れる箇所なので、ここを焦ってやっちゃうと、一気にね束で入れちゃうとこう目が埋まってしまったりとか、あるいはね毛が同じ方向に全部流れてしまったりしてね、もったいないので、結構この顔のほんと中心部分、ここはね大事な場所なんでしっかりやりましょう。はい、こんな感じでね植毛仕上がりました。短毛と長毛種の植毛方法というところで今回はやってきました。まあねほんと微妙な差なんだけど、それでもねちょっとその違いがねいろいろ作品にしっかり出るので、今回ねこの植毛方法というところでね、このふんわりとさせる方法とかそういうものをね覚えてもらえたらいいかなと思います。ぜひね手を動かして何度も試してやってみてください。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。